はいどうも、キスケです。今回は限定星力オペレーター、ロッシとタンタンの相性が良すぎるということで紹介していきます。ロッシが実装されてから数日経ちましたが、ロッシは物理属性の皮をかぶったアーツアタッカーということが分かりました。ってことはですよ、皆さん、アーツアタッカーとなら誰とでも組めるタンタンと相性が悪いはずありませんよね。なので今回の動画では、ロッシュとタンタンの性能おさらい、パーティー編成、装備、ローテーション解説など、わかりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。ちなみにギルベルタを採用しないパーティーも紹介しますんでね、気になる人はぜひ見てってください。それでは行きましょう。それではロッシュとタンタンの性能を簡単におさらいしていきましょう。タンタンの戦技は敵に接近しながら攻撃し、水竜巻を発生させ、寒冷付着を付与します。この時、周囲に淡水があれば、全て消費して追加の水竜巻を発生。一定量の SP 変換、敵にアーツ脆弱を付与します。タンタンはこの戦技でダメージを稼ぐオペレーターなんで、できるだけ淡水を消費して水竜巻を発生させましょう。で、この淡水は連携技で生成することができます。連携技は敵が寒冷付着またはアーツ爆発のダメージを受けた時に発動可能。攻撃しながら淡水を1つ生成します。簡単なコンボとして、戦技で寒冷付着、連携技で淡水生成、再度戦技で水竜巻といった流れで簡単に火力が出ますから、タンタン一人で性能が完結してます。必殺技を発動すると、広範囲の敵を一定時間行動不能にしながら持続的に寒冷ダメージを与えます。さらに行動不能時間が終了すると大波が発生し、高い寒冷ダメージを与えます。なかなかの広範囲を行動不能にしてくれますし、ボスすら止めてしまいますから、様々なステージで重宝しますね。で、この必殺技は落下攻撃で早期終了することができます。早期終了すると大波の火力が上がりますから、行動不動があまり美味しくないパーティーなら早期終了させた方がお得です。ロッシュの戦技は物理ダメージを与えながら浮遊を付与します。この時、敵がクラッシュ状態の場合、追加で灼熱ダメージを与え、目標に染まる爪痕を付与します。この染まる爪痕を付与された敵は一定時間持続的に物理ダメージを受け、さらに受ける物理ダメージと灼熱ダメージが上昇します。連携技は2回連続で発動可能。1回目はシンプルな物理ダメージ、2回目は敵のアーツ付着を全て消費し浮遊効果を付与します。さらにロッシ自身の会心率と会心ダメージが上昇します。で、この2回目の連携技には目押し要素がありまして、目押しを成功させると完璧連携に変化、追加でクラッシュを1段階付与します。一気にクラッシュを2段階付与できる連携技で超優秀です。特化3まで育成すると会心率が 25%、 会心ダメージが 50% も上昇するんで、育成優先度は高めです。必殺技を発動するとマントを操り灼熱ダメージを複数回与えます。とどめの斬撃では高い灼熱ダメージを与えると同時に灼熱付着を付与します。特化3まで育成すると総ダメージ倍率が 1600% にもなり、さらに会心が発生されるとプラス 60% されます。とてつもないダメージになるんで、積極的に育成していきましょう。ここからはパーティー編成の紹介。ロッシとタンタンを組み合わせる時のパーティーはこんな感じ。ロッシ、タンタン、ペリカ、ギルベルタ、こんな感じですね。なぜロッシとタンタンの相性がいいのかっていうと、ロッシの連携技に必要なアーツ付着を戦技が高火力のタンタンに任せることで総合的なダメージが跳ね上がるからということなんですよね。ロッシのためにアーツ付着を付与するオペレーターといえば、タンタン以外だと
ウルフガードとかギルベルタとかが王道だと思うんですが、やっぱりね、タンタンの戦技には到底かないません。本当におすすめの組み合わせです。さらにこのパーティーはギルベルタとタンタンを採用してるんで、普段使いもいいです。ロッシは雑魚狩りが苦手で、探索とか周回ステージで少し使いづらいんですが、やっぱ普段でも使いたいですよね。可愛いし。ならギルベルタとタンタンで雑魚狩りして、ロッシは後方で腕組んでるみたいな使い方ができるこのパーティーは、ロッシを普段使いしたい人にもおすすめになってます。ギルベルタを持ってない場合のパーティーも紹介します。ロッシ、タンタン、管理人、アルデリアです。アルデリアの連携技は敵にクラッシュもアーツ付着もついていない時に重攻撃で発動可能なんで、管理人をクラッシュ消費係として採用してます。なので管理人をダパンやポグランニチニクに変更しても問題ありません。ただこのパーティーは管理人とアルデリアでも戦技を使っていくんで、 SP がねカツカツになります。タンタンと管理人の SP 変換でなんとか立ち回らないといけないので、タンタンの戦技を連打しとけばいいギルベルタ入りのパーティーと比べると総ダメージは下がってしまいます。やはりベストはギルベルタ入りですよね。ただ弱くはないですし、管理人とロッシというタッグを使えるんで、ギルベルタを持ってないとか管理人ロッシという組み合わせを使いたい人におすすめとなってます。各オペレーターの装備例はこんな感じ。ロッシは赤道鉱石で作れる MIKB3 セット、腕に旧国プロテクターをつけてます。必殺チャージの回復効率や会心率、必殺技のダメージアップなど欲しい能力を上げてくれますし、3セット効果でさらに会心率を盛ることができます。腕の装備は MIKB グローブ1でも大丈夫です。旧国プロテクターの方が最終的に少しだけ火力が伸びるんですけど、なんせね旧国装備は精密加工が辛すぎる。所持してる物資と相談しながら決めていきましょう。武器はモチーフの浪費が最適。時点で通行証で手に入る栄光の記憶。つなぎとして使うなら風矢も選択肢に上がります。モチーフと栄光の記憶に関しては、ロッシュを操作したいならモチーフが一択になります。操作しないなら栄光の記憶でもそこまでの差はありません。もちろん貫突が前提にはなります。なので通行証で手に入る凸素材を全て栄光の記憶につぎ込むなら、モチーフ武器はスルーしてもいいかなと思います。タンタンは赤道鉱石で作れる骨砕4セット、3セット効果で連携技発動からの戦技で大ダメージを狙えて能力値も合ってます。武器はモチーフ武器の落走が最適。時点で通行証で手に入る望郷です。よくつなぎ武器として上がるナビゲーターに関しては選択肢に上がりません。というのもこのパーティーだと凍結も腐食も発動しないんで、武器効果が少し意味をなしません。モチーフか通行証武器を用意しましょう。ロッシュの武器を通行証武器にしてる人は凸素材をどっちに入れるか悩むと思うんですけど、タンタンの方がモチーフ依存度は高いです。凸素材はロッシュに譲ってタンタンのためにモチーフを引くというのもありですね。ペリカはパルス式3セット、腕に MIKB ブレスレット1をつけてます。ギルベルタのアーツ脆弱がありますし、僕はペリカを貫突してるんで火力を出せるようにしてます。武器は弔いの歌が最適。つなぎとして荒野瞑想が選択肢に上がります。弔いの歌は必殺技を発動するとき20秒間自身と属性の違うオペレーターの攻撃力を上げてくれるんで、パーティー全員の火力が上がるし簡単にバフを配れて最適です。つなぎの荒野瞑想は自身が関連を発動するとき15秒間パーティー全員の物理と電磁ダメージを上げてくれます。ロッシが出すダメージの大半は必殺技の灼熱ダメージなんで恩恵は少ないんですが、物理ダメージである連携技のダメージは上がるんで、弔いの歌を育成するまでの間
引くまでの間は使えます。ギルベルタはルテン4セット、必殺チャージの回復効率を上げながら3セット効果で味方にバフを配れます。武器はモチーフの使命必達、時点で作品職責、もしくは弔いの歌から選択しましょう。モチーフ武器は自身の連携技で浮遊させると15秒間パーティー全員のアーツダメージを上げてくれます。連携技がトリガーということで少しタイミングが難しそうなんですけど、ペリカの連携技とセットで動く形になるんで、ペリカとギルベルタの連携技を発動してからギルベルタの必殺技という流れを頭に入れておけば自然と使命必達の恩恵を受けられます。アルデリア軸の方も装備を紹介します。管理人は軽量超域3セット、胴体に鉱山点検ヘビーアーマーをつけてます。この編成の管理人は猛撃でクラッシュを消費するのがメインなんで、アーツ強度を持って猛撃の火力をできるだけ上げてます。武器はモチーフ武器の対眼、時点で輝かしき名声が選択肢に上がります。輝かしき名声は自身がクラッシュを消費した時、味方オペレーターに攻撃力アップを付与できますから、ロッシュの火力を底上げすることができます。アルデリアはルテン3セット、胴体に生物補助ベストをつけてます。戦技でアーツ脆弱を付与すれば3セット効果で味方にバフを配れますし、必殺チャージの回復効率と回復効率も上げれるんで、映像の記念碑のような高難易度ステージでも活躍します。武器はモチーフ武器の創世のささやきが最適、無料で獲得できるんでモチーフ武器一択になります。腐食状態を消費すれば敵の受けるアーツダメージを上昇させられるんで、ルテン3セットとモチーフ武器の効果を戦技を使うだけで使えるのが簡単でいいと思います。それではローテーションを解説していきます。開幕重攻撃を当ててペリカの感電、ギルベルタの連携技でクラッシュ、次にタンタンの戦技で寒冷付着を付与してタンタンとロッシュの連携技につなげていきましょう。その後ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュでちょうどクラッシュが4つになります。ここまでが1サイクル。あとはタンタンの連携技が発動できるようになったらタンタンの戦技でアーツ脆弱を付与しながらダメージを出していきます。複雑な操作は必要なく、普段のローテーションで意識するのは染まる爪痕の効果時間くらいなんで、めちゃくちゃ簡単ですよね。それだけ意識するところが少ないっていうことは敵の攻撃を回避することに意識を避けるんで、高難易度ステージとかでも活躍できるパーティーだと思いますね。で、必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。こちらも非常に簡単。クラッシュが4つ溜まっているのを確認してからペリカの連携技で感電、ギルベルタの連携技で浮遊、これでモチーフ武器を発動させてますね。で、あとはギルベルタの必殺技でアーツ脆弱、ペリカの必殺技で高火力、タンタンの必殺技で行動不能で、ロッシュの必殺技で火力を出していくっていう、そういう感じですね。ちょっとしたコツとして、ロッシュの必殺技を発動するときに操作オペレーターを切り替えれば落下攻撃でタンタンの必殺技をスムーズに早期終了させることができます。別にやらなくてもいいんですけど、早期終了させれば総ダメージが上がるんで、余裕があるなら狙ってみましょう。続いてアルデリア軸のローテーションを解説します。開幕重攻撃を当ててアルデリアの連携技で腐食、管理人の連携技を発動して結晶付与、続けてアルデリアの戦技で物理とアーツ脆弱、管理人の戦技でクラッシュ付与、タンタンの戦技で寒冷付着、ここまでポンポンポンと打っていただいてロッシュとタンタンの連携技につなげていきます。完璧連携を成功させるとクラッシュ3、ロッシュの戦技を発動で染まる爪痕プラスクラッシュ4、あとは管理人の猛撃で消費していきます。ここまでが1サイクル。見てもらったら分かる通りちょっとね SP がカツカツですよね。特に2周目がちょっときついかな。ただアルデリアの物理脆弱とアーツ脆弱は30秒もありますし、ロッシュの染まる爪痕も25秒なんで、
割とまったり回してても途中でバフやデバフが途切れるなんてことにはならないんでご安心ください。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。大事なのはアルデリアのアーツ脆弱とロッシュの染まる爪痕が付与されているかというのを確認するだけです。付与されていれば管理人の連携技で結晶を付与してすぐに管理人の必殺技で消費、タンタンの必殺技からの落下攻撃、ロッシュの必殺技で高ダメージと、まあブツブツですけどつながれば大丈夫です。ギルベルタやペリカを採用してた時みたいな感電を入れてから必殺技でアーツ脆弱みたいなそんなコンボは特になくて、ローテーションがぶつ切りになってるんですけど、まあバフやデバフが長いんであまり考えることがないっていうのはこのパーティーのメリットかもしれません。いかがだったでしょうか。今回はロッシュとタンタンの相性が良すぎるということで紹介してみました。タンタンは引いてロッシュは様子見してるとか、ロッシュのすり抜けでタンタンが出たよとか、いろんな人がいると思うんですけど、相性抜群で最高ですよ。ロッシュは可能性の塊みたいなオペレーターでまだ本領を発揮できてなくて、今後のために引いとくというのは役に立つかもしれません。まだ引くか悩んでる人は今回のパーティー紹介を参考に引くか引かないか決めてみてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。